皆さんこんにちは。視線 X 坪内和夫と申します。これから日本ロック史上最大の伝説と呼ばれる裸のラリーズについて語っていこうと思います。私については概要欄をご覧になっていただけると分かると思います。第10回1975年は反復というテーマで裸のラリーズを掘り下げていきたいと思います。前回に語れなかったことですが、1960年代に現代音楽の世界でテリー・ライリーやスティーブ・ライヒなどの作曲家に代表されるミニマルミュージックというものが発生します。ミニマルミュージックは反復を基調にした音楽で、それまでのクラシック音楽にあったダイナミズムではなく、反復の中での変容それ自体が音楽の主題としてありますが、私の考えではミニマルミュージックという名称には語弊があると思います。ミニマルとは最小限という意味ですが、反復によって生ずる変容は非常に複雑です。ここでいうミニマルとは最小限の音楽単位、小節が繰り返すという意味合いで捉えておけば良いと思います。ミニマルミュージックの出現は、それまでのロマン主義的な物語から脱却したポストモダン的な表彰と言えるでしょう。例えばガルシア・マルケスさんの小説「100年の孤独」は何世代にもわたる家族と幻想的な村の物語ですが、その構造自体が反復と変容によってできており、発生と複雑化とその滅亡という構造はそれまでの物語にはなかったものです。このように戦後という時代に生まれたポストモダン主義はあらゆるジャンルにおいて現れます。ポストモダンという概念が芸術に影響を及ぼしたのではなく、それぞれが同時多発的に人々が運動を起こした現象だと言えます。音楽全般に関しては基本的に反復構造を持っているわけですけれども、ミニマルミュージックのような最小単位の反復が音楽の構造を支配するようなロックミュージックは70年代初頭から生まれます。それが例えばドイツのカンですとかクラスター、ポポルブー、タンジェリンドリーム、グルグルなどクラウトロックと呼ばれる音楽です。クラウトロックとはそもそも英語圏の人による非英語圏のロックミュージックに対する別称であったわけですが、ミニマルミュージックからの影響の大きい音楽性や先鋭的な電子音楽に対してクラウトという名称が代表するようになります。その中でカンは比較的経済的成功をしたバンドですが、そのベーシストのホルガー・シューカイさんは現代音楽の作曲家であるカール・ハインツ・シュトックハウゼンさんに指示したもともとクラシックミュージックの世界にいた人間です。シュトックハウゼンさんは彼のカンでの仕事をさほど高く評価していなかったそうですけれども、カンが現代の音楽に与えた影響は計り知れないものとなっています。1975年はカンにとっては中期といえる時期で、ランデッドというアルバムを出したのがこの頃です。音楽的には強靭なリズムセクションによって自由度を増したギターやシンセサイザーが浮遊するというスタイルはクラウドロックの一種の雛形として一貫しており、このような最小単位の反復を主体とするロック音楽においてはドラムとベースの技量がそのまま音楽の質に転化します。イタリアではゴブリンというバンドがデビューしたのがこの頃で、テクニカルなギターとシンセサイザーが反復の中で緩やかに展開していきます。そのシリアスな音楽性は映像との親和性も高かったことから、ゴブリンはいわゆるホラー映画のサウンドトラックも多く手掛けており、サスペリアという映画のサントラが代表的でしょう。それらホラー映画、中でも悪魔や神秘主義などがテーマとして取り上げられるオカルト映画とロック音楽とは初めから対応関係にあり、刺激の強さを若者が求めたという以上に、ここではないどこかとしてのオカルティズムと若者の音楽としてのロックミュージックの未来性が合致したと言っていいでしょう。そこでもう少し言及しておきたいのがデビッド・ボーイさんの Life on Mars という曲です。この曲の歌詞は BBC ラジオで今までで最も奇妙な歌詞と言われているわけですが、ボーイさん自身は A sensitive young girl's reaction to the media と言及しています。これは私なりに解釈するなら、メディアに対する批判ではなく、メディアによって知る現実への幻滅であり、メディアの発達によって知る世界が若者にとって望ましいものではなくなっているということであると思います。現実に幻滅するということについては第5回敗北の回で言及しているのでご覧いただくと良いと思いますが、そのような幻滅に対するリアクションとしてのここではないどこかがオカルトであったということであり、その要素は実際にロックとミックスされ後年ハードロックの中で隆盛を極めていくわけです。他方、フランスでリシャール・ピナスさんがエルドンを結成するのが1974年ですが、自主レーベルでエレクトロニック・ゲリラというアルバムを1000部限定でリリースしています。このリシャール・ピナスさんが主体となり、多数の協力者を募りながらエルドンは活動していくわけですが、反復するエレクトロニクスを通奏低音として浮遊するピナスさんのギターは非常にノイジーで、そのギターがエルドンの音楽を独自にしていると言えるでしょう。
このようにロックにおけるミニマルミュージック的展開は反復によってロック音楽として成立させつつ自由度を得たと言ってよいでしょう。裸のラリーズのベースラインの必要なリフレインの上に水谷さんの強度の強いギターが乗るというスタイルはこの頃すでに完成しており、楽曲は非常に長くなっていきます。ここまでが楽曲構造としての反復ですが、この頃ボブ・ディランさんがローリング・サンダー・レビューと銘打ったツアーを行っています。このツアーにおいてボブ・ディランさんは過去の曲群も全く異なるアレンジで歌っていますが、それらは楽曲が時間の経過とともに変容しているということであり、同じ曲でもその瞬間には内的な必然性があって楽曲の演奏は変わるわけです。ですから完成されたバージョンはたとえレコーディングされたとしても存在しないということであり、楽曲の演奏それ自体が反復の中で変容していきます。裸のラリーズはレパートリーとしていた曲が非常に少ないわけですが、それは楽曲の反復の中でその都度変容や爆発があるからであり、時には増加の原野のアレンジでエンターザミラーの歌詞を歌ったり、増加の原野の歌詞が夜より深くの曲に乗ったりするわけです。それらは楽曲という区引きに硬直性を持たせないという意味でディラン的であり、演奏の構造自体に変容をはらんでいながら演奏そのものも変容していくという意味で再帰的です。音楽構造的反復に話を戻しましょう。カン、ゴブリン、エルドン、これら3つに共通しているのは非英語圏の国のバンドだということです。日本を含めたこれらの国において先鋭的な表現が発展していったことには、その国のロックミュージックの市場がまだ小さく、参入者がアメリカやイギリスと比べて少なかったことがあるでしょう。アメリカやイギリスのようにポップミュージックの市場で受け入れられる可能性が薄いからこそ独自の発展をしていったのであり、その思想的立脚点にはヒッピームーブメントやエルドンのように哲学的施策の音楽的発露といった知的な目的が必要とされました。これらはある意味ではアメリカやイギリスのように巨大産業化していくロックに対するアンチテーゼとして機能し、この時代にはまだそれらの音楽を聴くという行為が思想的態度表明だと信じられていたわけです。しかしながら無論このような表現が発表されある程度の支持者を得るということは、それが産業構造に組み込まれていることの証でもあるわけです。社会心理学的に言えば彼らはロックミュージックにおけるイノベーターであり、音楽全体の歴史的に見ればアーリーアダプターであると言えるでしょう。そうした表現は市場の巨大化によって産業構造の中に飲み込まれていくことになりますが、この当時のこれら非英語圏のロックが過度に産業化される以前のエデンの園のように年代ごとの若く意欲的な音楽リスナーを引きつけ、インスピレーションの源になっていくのです。前回紹介した高橋裕二さんが現代音楽について語っている映像が残っていますが、その中で構成された音楽からプロセスの音楽へと現代音楽が変わっていったと言っています。その際にミニマルミュージックが果たした役割は象徴的であり、そうしたプロセスは楽曲だけではなく、同じ曲を演奏するにしても個々の演奏を断片として捉え、それらの集合から意図や意思を捉えるということが音楽を聴く際に大切になっていったのがこの頃です。裸のラリーズに関して言うと、音楽の中に反復構造を持つことと同じ曲を演奏し続けること、この中にあるプロセスを捉え、どのような意図や意思を持っているのか、全体像を頭の中で思い描くことでこのグループの見方は大きく変わってくると思います。1975年反復でした。この頃ロック音楽の市場ではプログレッシブロックというジャンルの音楽が勢いを強めていくわけで、それらは様々な非ロック的要素を取り入れた知的ゲームのような要素をある意味では呈しています。様々な大行なコンセプトが打ち出されていくわけです。前述のバンドも現在ではプログレッシブロックとして認知されている部分はあると思いますが、反復構造を主体的に持つプロセスの音楽としてある種硬直したプログレッシブロックとは別に考えた方が良いと思います。裸のラリーズも言うまでもなくプロセスの音楽であり、反復するリフレインと強靭なノイズが相まみえることで非常に独自な世界を生み出していたと言えるでしょう。次回1976年はアナキズムというテーマで語っていきたいと思います。気に入りましたらチャンネル登録やいいねをいただけると大変励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。坪内和夫でした。